皆さんこんにちは。いろはにほうせいです。今日、ちょっとニッチな、かなり突っ込んだストイックな内容ですが、ボビン、もう皆さん、絶対ミシン縫う限りは基本ボビンありますんで、何気なく使ってる本当下糸なんですが、下糸以前私の動画でも、下糸はほとんど仕事してませんよってご説明はしたんですが、またその下糸の糸調子の中で、これはちょっと気をつけてっていうのが存在します。何気なく普通に下糸とボビン2種類置いてますが、この組み合わせの中で実は何種類かな、1、2、3、6種類の糸調子が発生します。皆さん見たら何が6種類よ、このも2種類しかないでしょっていうことなんですが、で何がこんなもんで種類が発生するようになるんですが、じゃあちょっとその辺説明していきましょう。ボビン実は巻いてる量で目調子って変わってくるんです。本当皆さん聞いたらなるほどなって思われると思うんですが、まずこれを巻くと縫いに使うときつい目調子になりやすいです。いうのが巻きが少ないので、本当小学校の時に習った円周率じゃないですが、糸が出ていく瞬間にこれだけ回転します。同じテンションで引っ張ってこのぐらい回転します。で今度は糸がしっかり巻いてあるボビン、糸がこれ普通に巻き上がってるボビン、縫い始めですね。縫い始めもう本当に3分の1、4分の1しかボビンが回転しないです。結局このボビンケースの中からボビンがこれだけ回転して糸を出していくので、最初に縫い始めの時にこのしっかり巻いている時にはボビンテンションは軽いです。ボビンを回す抵抗が少なくなりますので、ボビンテンションは非常に軽く出ます。ところがミシンどんどん縫っていくうちに最後の方ボビンがこのぐらい少なくなってきちゃいますよね。でボビン少なくなってくると、やはり先ほどのこのボビンの回転数が多いということは、この中の釜に押し付けられてますので、押し付けられた状態で引っ張ると、明らかにこのテンションの差が出てきます。でこれ中圧以上の表地とかに縫う場合ですと、もう全くというかほぼほぼ影響出ません。ところがガーゼ、やっぱり裏地、ジョーゼット、シフォンとか薄物で柔らかいものですと、このわずかな目調子が邪魔するっていうことが出てくるので、皆さん縫い始めるときに必ずこういう巻きの多いボビンで下糸のテンションをこのドライバーで下糸のテンションのネジを調整してもらって、上糸のピンピンバネ調整してもらって、である程度平均のピンピンバネのセッティング出たら、もうあとは微調整はこのお皿で結構ですので、最初必ずこの巻き始めの大きい状態で少し糸調子がもう緩めかちょうどいいぐらい、ベストの目調子をここで出しとかないと、どうしてもこのボビンが使っていくうちに巻きが少なくなると、これだけ回転が増えて、その回転の抵抗によっても目調子変わってきますので、目調子のセッティングを取るときは必ず巻きの大きいボビンで調整してみてください。それとボビンケースも実は同じようで、同じメーカーのボビンケースです。これ皆さん見ていただいたら分かる通り、中のスプリングのテンションによってこれだけボビンケースからボビンが露出する量が変わってます。で結局これを本当に釜に押し付けられてることに例えたら、やっぱり抵抗差は必ずそのボビンのバネの強さで抵抗差は出てきますので、一番皆さん確認しやすい方法はやっぱり一度ボビンセットしていただいて、でプーリー回したら必ず糸が上がってきますので、その糸を皆さん引っ張って、じゃあこのミシンテンションがだいたいこのボビンケースだったらこのぐらいっていうテンションを必ず確認というか、一度テンションを覚えていただくと、後々糸とか変えたりとかいろいろ条件変えた時に分かりやすくなってくると思います。必ず自分のそのボビン、自分のミシンについているボビンの、だからボビンケースが変われば他のミシンで縫うと同じずーっとこの下がってくる下がり具合だけを見ていてもボビンテンションは違いますのでご注意してみてください。
皆さん、今日もいろはに法制チャンネル見ていただいてありがとうございます。ちょっとした疑問とかコメントを入れていただければ、ちょっと全部返すの私も丸一日ミシン踏んでますので、できないとは思いますが、多い質問からアンサー版の動画とかトラブルシューティングの次々アップしていきたいと思いますので、今後もぜひ皆さんチャンネル登録と私のチャンネルを見てください。今日は視聴ありがとうございました。